フランキーためがいのホップステップジャンプ。はいどうもこんばんは。はいこんばんは。毎週木曜日と土曜日このお時間になりましたらフランキーためがいの HS ジャンプジャンプなんだこれなんだこれどこをジャンプさせてるんだ。あそこだお宝だお宝をまず万歳というわけでね、久々に生放送で今日はお送りいたします。そうでございますね。フランキーためがいでございます。はい、サブの安田学文でございます。いや今日もねガクちゃん来てくれてますからね。今日はねよろしくお願いいたします。最後のガクちゃんと会ってからの生放送からこれさ久々。そうですね、一つ約3週間は空きましたかね。3週間空くとダメだぜ。いろんなところでさ、疲弊っていうかさ、なんか害が出てくる害が出てくるよ。害が精神的ないろんな害がね、なんていうのかな、衝動買いをしちゃったり、そのちの倍の方の害ね、衝動買いをしちゃったり、買う方ね、買いの方ね。太田市、もうひっちゃかっちゃってごめんね。太田市でお住まいの23万人くらいの皆さんこんばんは。はいこんばんは。フランキーためがいでございます。はい、安田学文です。で本日はね、技術さんとディレクターよし山崎さんでお送りします。山さんによろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう山本今日マスクしてるけどどうしたの大丈夫かい？大丈夫ですか？やめろよこの野郎やんちゃなのはバックトークでまた恐ろしい話題が入りましたが、さて今日ね珍しく今日は生放送っていうことでやっぱりね、この方つきもんですよ。つきもんっつったら悪いけどさ、つきもんですよ。いい意味でのつきもんですよ。そうですね、ギャラリーにノアールネチさんがいらっしゃってます。ありがとうございます。ほら頼むよ、後役なんだから。後役今年で抜けるんだから。後役っていうのはさ、やっぱりさ、前役翻訳後役っていうのはこれ何らかのさ40にしてさ、4041になるじゃない。この3年間っていうのは何かしらあるな。役年って昔に制定されてあれでしょ、何かしらあるね。そうですね、7の倍数8の倍数というのは本当に何らかありますよね。ちょっと見たらさ、女性っていうのはこの30代にかけて2回あるんだな。その役年って言われるのが女性。あ、なるほどなるほど。2回これね6年間あるんだな。ちょっと間を置いて3年経ったら間を置いてまた3年あるっていう。女性は大変だで。次これ男は今度5、60になってからだんべ。あ、そうですね。本当の大役ってくるな。そうですね、42過ぎると今度は50ですか。そう40、そうなの、男の場合は。多分男は7の倍数か。そうか、そうなの、7の倍数なの。そうです。いや皆さんね、今日もさ、俺さ3連勤夜勤3連勤明けですよ。見てください。もうここにさしてるこのツイキャスね、本日お送りしてますよ。みんな飛び飛びでごめんね。ツイキャスでもお送りしてるし、全国にね、生放送で太田市中心にもちろんお送りしてますけどもね、この太田駅構内にあるスタジオね、フランケンためがいからお送りしてる。フランケンなんだ。でまあそれはそれで語呂がいいな。ユーストリームで見てる皆さんもね、よろしくお願いしますね。YouTube にアップするときにさ、毎回さ求められるのよ。 YouTube にここで録画したツイキャスで撮ったやつ、ユーストで撮ったやつをさ、アップロードすると、本当にあなたの持ち物なんですかみたいなニュアンス。しかもそれ正しい英語か分かんない。俺が勝手に認識してるだけだから、それを証明してくださいっていうのがで来るわけさ、メールでね。なるほど。でそれが大概来るときは、それよりもうワンランク激しい厳しいトーンで、もう毎回のようにアップロードしてますけども、本当にあなたの持ち物かどうか、これが喋ってるのがあなたかどうかっていうのを証明したものを書面か何かで送ってくださいというようなものが来て、そういうのも送らずに、アップロードしていくと、強制処置を取りますよと、YouTube 側から来たわけですよ。でだからそれは今のところはそれは収益化対象にしてチェックを入れて投稿してたから、アップロードしてたからあれなんだけど、収益化対象しないでちょっと今回はアップロードしてみますけどもね。俺一つ思うのはさ、あと外国の音楽が入ったり、ただ今日は踊った方がさ自分的にもテンション上がるじゃん。寝起きなわけだから俺なんかさ、踊ったら踊ったで音楽ミュージック入るわけだから、その時は申し訳ないけど、このラジオをお聞きの皆さんとかはYouTube ではなくてユーストリームで俺のあれ見てください。ユーストリームに全部保存してありますから、今までガクちゃんと喋った分とかね、HSJ ホップステップジャンプは全部保存してありますから。でも YouTube の強みっていうのはさ、今さみんなスマホとかさ持っててさ、スマホで見るじゃない皆さん。そうですね、スマホで見れますね。だからさ、で今さあれじゃない、もうタブレット戦争がすごいじゃない。そう、私も実はまだタブレットは持ってないんですよ。7インチの大きさのタブレットってさ、持ち運びにちょうどいいという。俺なんとこれ見てください。じゃじゃーん
買っちゃいました。この7インチタブレット。この男俺よりも先に買いやがった。買っちゃいましたよこれね。なんと Google 社がオリジナルで出した Nexus 7。はい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 。噂のネクサスですね。オンライン、Google ショップそのままオンラインストアで買うと1キュッパ19,800円、はい。で、直で買っちゃいましたよ。はいはい。もうもの2、3日で届きましたよ。はそれで日本国内版で価格コムとかで調べてさ、いはい。やったらねその時俺が買ったのが1月の14日に買ったのかな、その時点でね700円から800円の開きがあったのよ。ああなるほど。で Google ストアで直でオンラインショップで買っちゃった方が700円から800円安い。でねその後来たら届いたものをハードいじったら、全部さキーボードがさ英字なのよ。あれなるほどなるほど。でアプリとかも表示するのも英字なのよ。あれちょっと待ってよ。いや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 これ外国人ベースね。まあ向こう様ベースでしょうね。英語圏ベースなのみたいなことでちょっと俺これパソコンってあるじゃない、結局鑑定を一番初め Windows 買った時も Windows98 買った時もそうだけど、95を一番初めに買ったんだけどその後98買って、一番初めて何が大事かちょっと勘なんだよね。そうですね。全部英語で書いてあるから、勘の頼りにやっていくじゃん。それであれがインターネットに接続したいがために、勘を頼りにさインターネットに接続できた時の嬉しさないあったでしょガクちゃん。ある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 。やったつながったって時の。でもさ今はさ恐ろしい時代が進化しててさ、この iPhone 持ってて本ルーターとかさタダでくれるじゃない。ソフトバンクショップのやつとかですね。ただ言わねえとくれねえんだよな。言うとさくれるんで俺言わないとくれないっすよって言って山さんから聞いたんだから俺言ったんだけどさ本ルーターお願いしますって当時これ買った時ね iPhone 買った時分かりましたっていかにもさ言われたら出しますよって言わなかったら出すなっていうことが多分裏から指示出てたんだろうな当時な。かもしれませんね。一時期はね言わなくてもね出されてたんですが今でこそこの買った人には本ルーターありますよって向こう様からさ今でも言わねえんだ。ただ逆に今言わないのかな。マイソフトバンクに行くとね Wi-Fi ルーターね差し上げて提供しますよ。差し上げるってあれじゃないんだよな。そういうお付けしますよみたいなレンタルでねやりますよって感じなんだな。それではこれ初めて俺このさ買ったね悩んだんだよ。アマゾンのさアマゾンでレビューを見たんさ。価格コムのレビューとアマゾンのレビューで価格コムランキング出るじゃんか。どこが一番安いかとか。そうですね。で俺中華パッド中国が作ってるさ中華パッドの7インチのタブレットが9,980円。おお1万円まあ半額ぐらいですね。下手したら6,000円台のもあるんだよ。でもレビュー見たらいやーこれ安い買い物したなーって思いました。でも3日後壊れました。そういうのが多かったね。でどうしようかなと思って本当俺が欲しかったのは iPad が欲しかったんだよ。iPad でなんで欲しいかっていうと俺低所得者層の代表じゃない一般的な低所得者層の40代男性ね。で何が楽しむかっていうとさインターネットを楽しむのが一番金がかかんないわけさ。はっきり言って。なるほどコメントでね書かれていますがまあインターネットを楽しむということですね。カレントちゃんねキム兄さん書いてくれてるけどさこのねこういうふうになってさキム兄さんが書いてくれてるコメントはだよエロ動画のためにって書いてあるんだけど言うけどラジオだからねこのさなんていうの俺が個人的にリビングからはねお送りするホップステップジャンプはさそのままその通りでしょって言うけれども言葉をさちゃんとソフトに言い換えますよ。大人の動画を楽しむために買ったわけですよ。なるほど。なんでそれを買おうかと思ったら俺自分母親の介護もやってるわけさ。認知症のね要介護2の母親の認知症の介護疲れるとさやっぱり自分の部屋にこもるんだよ。まあ力仕事で精神的にも参りますからね介護というのは。で母親も俺にガガ怒鳴られてるよりは一人になりたい時間もあるだろうからさ一人にするわけさ。そうするとまあそれでバランス取れたりするじゃん。で自分の部屋にいると何やるかって言うとやっぱりまず iPhone でさ大人の動画を見てたわけさ。iPhone で大人の動画を見ててちょっとこれもうちょっと大きい画面欲しいなって思ったね。まあ人間の欲望というのは正直なもんですからね。これさパソコンで見ればいいじゃねえかと思うじゃん。ガクちゃん俺んち来たことあるじゃん。それリビングにある覚えてる結構大きめじゃん画面が。まあそうですね。それでデスクトップですからね。まあ置き方になってるって。だけど
Wi-Fi のが早いんだよ。俺のが8メガだから、あっちのルーターがさ、なるほどなるほど。ヤフーベビーのルーター BB タイプですがからね一番下の8メガだから、8メガ帯ないんだ。12メガなんで今8メガ帯ないんだよ。売ってないんだよ。12メガで契約で、それよりも Wi-Fi の方が早いんだよ。安定してて。それでこの iPhone で大人の動画を楽しんでたら、えらい画質がいいんだよ。iPhone ってすごい画質いいんだよ。それで、うわー、これ大人の動画楽しんでるのはいいけど、あっという間に時間経っちゃうな。もうちょっと大きい画面欲しいなってんで、Amazon でさ、タブレット端末調べてたら、中華パッド、中国社製のパッドね、1万2000円、どうしようかなと8000円出して、ネクサス7？なんだネクサス7って言ったら、Google 社が初めて出したオリジナルブランドの、ね、iPad に対抗して、Apple に対抗して出した、初めてのやつなんだっつうんでさ。そうですね。でランキングのさ、あれ見たら2位なのな。1位が iPad mini、あれだけスティーブ・ジョブズがさ、アップルのさ、生きてた生前の頃には絶対にこの10インチ以外は出さないと。10インチがベストなんだよ、出すわけないだろ、ふざけるなって。もう墓場の陰でさ、草場の陰でさ、怒ってるぞ。バカ野郎、俺のこと無視しやがってって言ってさ、今さ、アップル噂だけどさ、ね、iPhone の、ね、安い版出す劣化版っていうの、廉価版ですね。廉価版を出すっていう噂が出てるじゃない。ね、だって iPhone 自体が5、6万するわけだからさ、そうですね、安いバージョンを出すって言ってるわけだから、売れたら、だって iPad mini だってさ、これさ、下手したら実験的にやったと思うんだよ。中途半端に売れて iPad mini が今1位なんで、ランキングね。7インチクラスの。で、それでだけどさ、その1月14日の時点で今生放送でお送りしてるのが1月31日なんだけどね、その時のさ値段があれだったのよ、3万ちょいオーバーだったのよ。で、これ3万は出せねえなと鼻から決めてたから、出せてもちょっと2万切るぐらいが一番いいかなと思って、そしたら、ネクサス7がもう Google ショップで19パなんだよ。1万9800円。もうこれでだけこれがポーンと入ってきたのよ。なるほど。iPad よりも。そう。それでもう本当だったら iPad の10インチのでかさのが欲しかった。だけど10インチだともうランク5万6万するんだよ。そうなんですよね。でこの今の iPhone5 をさ、この2年縛りでさ、この iPhone5 だって俺買う予定じゃなかったら言ったやん。何回も言ってるけど、トイレに落として帰ったけど、何回も言ってるけど、本当に何回も俺ジップロックをさ、この iPhone にくるんで常にジップロックをしとかなきゃダメだなと。だってトイレに入る人間も大人の動画を楽しむために探しとかなきゃいけないからさ、ジップロックをさ二重重ねにしなきゃさ、なんか今日帰りジップロック買ってこ本当によ。それで運がついたというところですよ。そうだね、確かに運をしてる時に運の中に落としたわけだからね。やばい。でこれ2年縛りでまた買い替えたばっかりだから、これで iPad をさらに買うとしたらまた同じような料金体系で2年縛りになるときついわけじゃん。だとしたらその料金がかかんないさ、だって本ルーターがあればさ、その Wi-Fi のある回線、電波を使ってそれで見れちゃうわけだから、ただで。なるほど。こんなお得はないじゃない。確かに。そうなってくると選択は絞られるがね、iPad mini はあんたのね金のがちょっと予算オーバーだから買えませんよと、5、6万は出せませんよって。で今 iPad って言ったよね。iPad mini だとその今の価格帯だと今日のあたりだと2万8800円なんだよ。16ギガがね。1万円ぐらいちょっと高いわけですね。高いんだ。でも今日のこのネクサス7の日本版の日本国内発売版だと2万と200円とか2万300円が一番最安値になってるのよ。で俺がそれ知りたいのは、俺買ってきた時はキーボードが全部英字だったのよ。ふざけんなよこれってさ、昔のダイヤルアップの回線の時代の頃を思い出して、英語を感覚でねやってってなんとかつないでここら辺クリックかなやってやった見えたって、俺がいつも楽しんでる大人の動画が見えたってね。A ビデオズわざと書いてるけどさ、B ビデオズを見てやった見えた、万歳参照したわけさ。かりんとさんやね、タカさんあたりが書いてくださってますがね。なんて書いてる？本当？何？寂しそうだ。中毒患者ですだって。おいやめてくれよ。ビデオ中毒患者か。確かにそうかもしれないな。休みになるとそれだからって、それが楽しみだからさ。今のでそれでさ横になって見るじゃない？これ買ってみて。これでさやっぱりもう Google のさまん
作戦にはまってるよ俺は。はハードを1キュッパっていう19,800円っていうね、例えばそれをアップルのやつよりも大体もう下手したらアップルは4万だからね、正規の価格で買うと、その半額で売り出しといて、その iTunes アプリでいうとこの iTunes でね、のみたいがあるわけさ。 Google プレイっていうのがさ、ストアが、アプリを買うところが、まずそこで買ったのが ATOC のさ、日本語入力キーボード。ああ、なるほどなるほど。それを買ったわけだ俺は。それおいくらですか？1500円。あ、なるほどなるほど。その時点で21,300円。あ、乗っかってますね。ね、プラスアルファされていくね。なるほど。でもまだ iPad mini より安いぞと。28,800円より安いぞと。ね。まだ自分に言い聞かせて。なるほど。そしてやってみたらさ、今度これね、全部Google プレイでさ、俺前々から見たかったね、アベンジャーズってあるじゃない。もう映画でね、日本でいうさヒーローもんのさ全員集合バージョンで、マーブルヒーローズの集合バージョン。マーブルでいいの？マーベルだと思う。マーベルのね、マーベルのアイアンマンとかさ、アイアンマン2とこれ大好きでさ、マーベル面白いんだよね。ハルクとかね、もうあれハルクも出てくるんだけど、ハルクをやった時のあれ映画会社が違うのかな。エドワード・ノートンっていうさ俳優が大好きなんだけど、ハルク役だった人がさエドワード・ノートンだったらもっと最高だったんだけどね。あ、なるほど。でロバート・ダウニー・ジュニアとかもうスーパーヒーローが全員集合してるわけさ。それを400円でね、400円でさこれやったんだよ。タブレットのネクサス7でやったんだよ。1週間とか。一つね、いい点だけは言わない俺。悪い点を言いましょう。悪い点を。スピーカーが最悪。スピーカー音声がね、タブレットについてるスピーカーが、タブレットに内蔵されてるスピーカーが最悪。音が最悪だからしょうがないから、そこでもまた価格込む。Amazon で調べて、いいスピーカーはないかと。それも1480円で買いました。なんだっけこれ山さんだったら知ってるかもしれないけど、ルジロークかな。ロジクールの評判がいいやつを1480円で。なるほど。これがまだ届いてこないんで俺のところに。もうやめてくれよ。もう山さんがバックトークでやめてくれ。乗んねえからって、まあひどいツッコミ。でも違う、そのさロジクール製の製品っていいですよ。山さんが言った言葉さバックトークで乗っかってない。だって AV 女優の声聞くだけでしょ。それを大音量で聞きたいんだよ俺は。大音量で聞きたいんだよ。あえて放送にも乗っけてやったわ。じゃあいや真面目に言おうか。ね、アベンジャーズをさこの Google プレイで購入したんだよ、アプリをね。アプリじゃねえ、レンタルしたんだ。48時間レンタルできるのよ。買うこともできるし、レンタルすること。アベンジャーズまず一発目に借りたのがアベンジャーズで、日本語吹き替え版で聞いてたら、うちって俺の部屋についてるエアコンがフリー型のエアコンだから、27度設定とかにするとブーンって自動にしてるじゃん。風量をね。で強い風量の時になるとブーンと音がするから、バイクみたいな音が全然聞こえないしね。だからそこまで激しくないんだよ。音だって、ここにスタジオについてる最新版みたいなさ、あれじゃねえけど、ちょい昔前だからさ、音するわけさ。そうなってくると日本語が聞くんなんだよこれ喋れよって思うんだけど、選択ができないのよ。日本語吹き替え版をレンタルしちゃうと、字幕スーパーがさつけるとかさ、普通レンタルビデオで借りると、字幕スーパーをつけて日本語吹き替え版を見たりできるじゃない。字幕スーパーをつけることができないのよ。完全に日本語吹き替え版で字幕が出ないということなんですね。これはいかんということで、早速そこからも価格込むと Amazon で調べて、いいスピーカーは何か、1000円から2000円台でいいスピーカーはないかってね、そのロジクールの1480円で買ったやつを今届き待ちですよ。なるほど。それがここの USB を挿すところのここから直結で出ると、なんていうの、3.5 インチピンっていうのかな。そっからつなげて2つついてるんで、可愛いんが。なるほど。でこれがいいですよってレビューがすげえからさ、でやってみてね。パッとものなんかキム兄さんからのお話だと、音はKindle の方がいいみたいですね。本当。この Kindle の方はさ、言っちゃうとあれでしょ、文章を読んだりさ、本を読んだりするのをメインにしたっていう。そうですね。こっちで
またバックなんでこんなにうまいのまたバックトークでね、山さんキンドルに引っ掛けた下ネタが出てきたからね。チンドルに引っ掛けたタメちゃんはチンドルですよって、これ別にさらっと言っちゃえばさ問題なくチンドルだよね。でどんなドルだ。これ放送禁止じゃないから全然問題ないって。まあね、まあそりゃそうだけど。で今日さ本当面白いな、なんでさ俺おかしいと思うんで、これで普通にさ、キム兄さんはもう安定のレギュラー陣だよね。俺がさ自分のリビングでさこのまあネッキさんとキム兄さんは安定のレギュラー陣やね。でネッキ君は超アナログ人間だから、いつ買うのね、スマホかタブレット買ってみーや。いや今日は半端ねえぞ山さん。今日半端じゃねえぞ山さん。ヤバめのバックトークでございましたね。この単語がちょっとね、ディレクターがさ一番楽しんでどうすんのね思いっきり自分でマスクかけながらあそこでいいよな、こういうトークをさこの FM 太郎のさパーソナリティのさ俺木村さんとやりたいよ。ね、今日も木村さん今日もおやせになりましたね。またこの女好きのクソ親父が。クソ親父ダメか。いや男好きのクソ親父よりいいだろ。俺男に目がなくてよって、それよりよかんべ。それよりは数千倍いいけどね。数千倍いいだろ。いやそういうわけだね。男はね女好きの方がいいやね。これね、あと2分ぐらいで1回落ちるかもしれないけど、今日ねこれ見ててさ、また2ちゃんまとめのさやつでさ、違うなんていうのかな、これなんていうタイトル忘れちゃったけど、これ言ってたんだよなガクちゃんとな。何を？なんだっけな、このいろいろスレッドタイトルでさ、スレッドタイトルでね、500円を500円貯金とかね、自分がさ一回さ G 行為をしたら500円貯金することにしたったと言ったわけだ。俺まだリミッターが外れるところだったから思いっきりこれがさすごい結構さ、もうタイトルだけでさあれは面白いんだよな。タイトルだけでだってさ牛乳だぜ牛乳っていうタイトル見たくなるじゃん。でカッコして書いてあるんだよ、この体になってからどれくらい経っただろうって気になるじゃんこれ。本当に困っちゃうな。まあね、まあキャッチコピーっちゃ恐ろしいからね。これも見たいよな。P ね、かっこダメ男になってやるびっくりマーク。なんだ何がお前をそうさせたんだっちゅうね。まあね、2ちゃんのスレッドタイトルだけでもね楽しめますからね。楽しめるよな。本当だってそう大変だって、1回 G 行為をしただけで500円貯金することにしたったってさ、大変。俺なんかさそれお前2日間休みかったらお前何回よ何回だ。5回かける2よ。5回かける2。いくらたまるんでいくら。それだと何5000円ぐらいたまるのか。たまっちゃうよね。まあそういうことでこれ話に詰まったらこっちを読むことにしてって、あと30秒で1回ツイキャスの方がさ落ちるからね。これコメントも読んでこうよ。読めるやつさ、かりんとちゃん読めねえのあれ書くからたまにな。キム兄さん読もうか。Google プレイに対応してくれれば、Kindle 若い。まず Google プレイに対応してないの Kindle の方は。そうみたいですね。で俺はこれ初めて Androidデビューしました。なるほど。今まで iPhone だったわけじゃない？アップル社製のね。アップルの iOS で、こっちのiOS デビューで、こっち Android 初デビューして、で結構ねいいですよ。この映りもいいしね。そう久々にこの何今喋ってる、ごめんね、今スタートしてますねツイキャスの方をね。久しぶりに久々にツイキャス見たらさ、変わってたのよ、様式が。ツイキャスの様式が変わってた。ちゃんとしたタイトルを打ってなかったり、視聴者数が極端に少ないやつは夢の島行きっていうのがあるって。夢の島って言ったら東京でいうとこの埋め立て地じゃねえかばっかやろって話で、それを見た瞬間俺はこれは喋んなきゃいけねえぞってんで湯上がりにさ3連勤でもう疲れ果ててたんだけど、俺ねしょうがないからやるべつねやったんね。やったら同時視聴者11人いて、あっという間に60人なんだろ喋った方がいいんだなっていうのさ。でストレージ難しい言葉は分かんないけど、そういう容量とかいろんな関係でツイキャスが人気あるんだべな。まあそうですね。やる人がいっぱいいて人気あって、あんまり見られてない人っていうのは夢の島を送りますよっていうね。なるほどなるほど。まあ保存されているものについては要は圧縮されたデータベースの方に送っちゃいますよっていうことですね。破棄しちゃうってことだよ。破棄捨てられちゃうわけ。だからその聞く価値見る価値があるものは残しますけども、価値っていうかさ、価値かどうかは分かんないけど、まあ視聴者ねが多いところは残ると。そう多いところは残る。その通りですよ。だからそんだけ人気ってことですよね。まあね、
まあこんだけね、生放送もの、それでツイッターキャスティングもそうですけれども、みんないろいろありますからね。そうなんです。これね、これキム兄さんがさ、いいこと書いてくれてますけどさ、これを知りたい人はこのツイキャスにアクセスしてみてくださいね。で、今日読んでいきましょうか。こないだ忙しくてさ、今はさ当たり前のようにさ、ガクちゃんに見せちゃうけどさ、ここにね、ほら、こういうふうにやってさ、ここら辺なんかあれだけど、もう3日間仕事出ちゃ1日休みとかさ、なかなかのハードタイムで、来月はさ、俺言っとくけどさ、もう苦情がすごかったから、生放送聞きたいんだけどって。ためがいは FM 太郎さんからね、うん十万ももらってるんだから、ちゃんと喋れって。もらってませんよ俺。もらってないんだよ俺は。もらってたらどれだけ楽かね。で足利市スレッドで、あんな芸がない芸能人でも1億円もらってるからすって、ああいうの真に受ける人もいるんだぜ。ねえ、何そんなスレッドあったの？あるんだよ。フランキーためがい足利市スレッドってのがあってさ。で今太田で奥さんと子供と住んでるって、もう離婚してますけどしかも書き込まれてる年月日が今年だったのにさ、なんでいかにもあたかも見たかのように。そういえばこの間ドンキにさ来ててさって、それが書き込まれてるのが今年だからね。お前それさコピー&ペーストするなよって昔のやつとさ思うわけさ。じゃあフランキーね、ある日の一日読んでいきましょうか。やっぱり芸人ためがい、フランキーためがいに戻る時には、どんなに疲れてようが表に出なきゃネタってなるものはありませんね。ネタにはなりません、ね。もうたまにはいいです。疲れ果ててこれ以上ダメだったら、だってさ、健康診断の話しようか健康診断でさ、俺治ったって言ったじゃん。脂肪肝が、ダイエットしたことによって、ガクちゃんもやったって言ったじゃん、その場足踏み。足踏みね。でガクちゃんが言うように、その場足踏みをやると、女性でいうとこのウエストのくびれができるね。ここがものすごくくびれるね。私もね、日に100回やってるんですよ今。今100回になった。100回にしてます。お見事、ブラボー。これね、バカにしちゃいけないよ。これお手軽でいいですよ。お手軽で、これで非常にお手軽でいいです。大体ね、これ3分半やって、この速さでやると大体350回ぐらいなんだよ。これで言うとね。これ3分半っていうのは結構な壁ですよ。壁ですね。これやり続けてください。女性の方、間違いなくこの下の下腹部より上の部分がくびれます。で、私ね、今自慢じゃないけど、今ね71キロなんだけど、ここがね、筋肉が割れてきてるんですよ。71キロで。そうですね。私が今だいたい68、9ぐらいなんですよ。そうなの？そうなんですよ。身長が私が174、175ぐらいで、でフランキーさんは私より10センチ高いでしょ。185ぐらいで。そうするともうフランキーさんは美容体重ですからね、完全な。じゃああれだね。俺いい健康体になってきてて、で71キロ割ってくるじゃない？70.5キロとかになってくると、懸垂が調子よくなるの。体が軽くなって。俺逆手の懸垂がこの間初めて、今まで最高が13、4回、17回が最高だったんだけど、この間初めて27回。あれ調子それ明らかに 120% 力使ってるじゃねえか。すごい。その時の体重が70キロちょうどの時、70キロちょうどの時にオンドリア逆手で27回いって、順手でもこれ16回で、トータルでお前初めてさ65回、トータル3セットやって65回。それすげえな。できた。レスキュー隊並みだ。そうなの？みたいですよ。だからね、あれ俺思うけど、プロレスラーとか同じプロレスラーでも人によって違うかもしれないけど、100キロ級になってくるとさ、懸垂はきついそうですよ。懸垂見てみたいな。逆手でできるんかな俺。それでもレスラーの方10回ぐらいはできるっていう話ですよね。で10回ぐらい、ね、10回ぐらいだったらさ、って思う。それが職業だから当たり前なんじゃねえのと思うじゃない。でもそれでも例えば70キロの体に30キロ重り捨ててそれができるかって話ですからね。70キロが、そうか。そう。だって米一袋を背負ってやってるようなもんですからね。そういえばガクちゃんにいただいた節子様にありがとうございますと言ってください。節子というのは私の母の名前でございますね。1票30キロ。まあ1票になると60キロですが、60キロ、1袋30キロで今1袋30キロいただいて、あれをね小分けにして精米機に持ってって、
いただいてます。うまく美味しいこといただいてます。ありがとうございます。なんでこんなところでそんな話を、本当にだって毎回のように美味しいね新米をいただくからさ、お母様はラジオを聞かないのもご存知ですけども、私はねお母様にお伝えください。ありがとうございます。本当に美味しくいただいております。今日も学文さんにいただきましたお米と今日出てくる時もねナスを切ってナスとネギを切って椎茸も入れました。なんでこの話になったかっていうと俺が脂肪肝治ったって言ったじゃない。はいはいはい、食生活も改善されたんですね。脂肪肝治ったんだけれども今度は痛風になる恐れがあるって言ったじゃない。尿酸値がちょっと高かったですよね。7.6ぐらいでしたっけ。そう7をオーバーしちゃいけないのよ。大体7をオーバーしちゃいけない。ネットでも調べたら大体6ぐらい6以内に抑えましょうって書いてあるね。そうですね、6.5 以下に抑えておいた方がいいみたいですね。でやってたらさ調べたら激しい筋トレとかをしちゃいけないんな。そうなんです。激しい筋トレとかしても尿酸値って高まってしまう。で性格的に競争意識の激しい人間。そうです。それとかあとはストレスが溜まってしまってもやっぱりダメなんですね。まんま俺ものすげえよね。介護疲れだしさ競争意識はめちゃめちゃ激しいしさで精神的に疲れてストレスも溜まる。これは尿酸値上がるの。でも筋トレをやりてえなと思うわ。やだよこれ普通のおじいちゃんみたくウォーキングで済ましたくないよ俺まだ。で血を抜いてこの間、俺がいつもかかりつけの病院で、血液採血してまた尿検査してやってきましたらね、全部これ見えますかねツイキャスでね。方はこれ俺住所出てないよなで全部これ綺麗にど真ん中です。星マークがね全部ど真ん中ですね。ど真ん中で、全部数値が基準値内です。先生に褒められました。見事だよ素晴らしいよって。そうですね。悪玉コレステロールも、利用性のコレステロールもちょうどいい数値でね。だから素晴らしいよ。だから肉体的にも素晴らしい今いい状態を保っていて。まさかこれが数年前までフォアグラと診断されてる人の数値かと思うぐらいですから。フォアグラって診断されてこれ治るもんなんだね。やっぱり痩せるってことがさ、生活習慣病という言葉がある通りなんでしょうね。で7キロ痩せるとさ、5キロで5キロサイズのお米売ってるじゃない。あれがさ、5キロプラス2キロでしょ。あれがついてたと肉がついてたわけだって俺に。そうですよ。そりゃ体重いわな。それが腹についてたわけだからそれは重いわな。でだからよかったってことで、である日の一日ここでね、この尿酸値も痛風になりませんよためがいはと。よかったですよと。でも穏やかに生きるっていうのはさ大切なんだな。でこれ人格だからしょうがねえよな。競争意識めちゃめちゃ強いしさ。そうですね。これは人となりの魅力でもありあるいは欠点でもありっていうところですからね。今でこそ俺はさなりわいとしてさ芸能界では食ってないのにさ、今でこそフジテレビで10時からなるとさバナナマンの設楽がやるやつになるとさやべえっつって特ダネ見ててさ、設楽が出た瞬間にカーってチャンネル変えるんだから見てられるかカー危ないこれで5秒ぐらい今日なんか5秒ぐらい見ちゃってあれ設楽の顔回さなきゃって今度なんでそんなに設楽さん嫌いなの。同期連中が売れてるとさ頭くんだよ。同期の連中がさ売れててさでこの間正月明けぐらいにさ日村の方がさこれ設楽変えたと思ったら違うチャンネル変えたら今度日村の方があれコマーシャル出てやがんべあれ。ピンピンで出てるのね。なんだあれ歯直してやからな。歯綺麗になっちゃって歯並びが。そうね。でコマーシャル出てる。何のコマーシャルか分かんないけどコマーシャルアップで出てるのがあるかな。アップで出てるのがあるんだよ。なんで今度は日村が出てきやがったかと思ってまたチャンネル変えるんだよリモコンでパーンと。そうだリモコンの電池が切れかかってるからなんだ反応しやしねこの野郎この野郎めっつったらで今度変えるじゃん。チャンネルまたポンと変えたら今度ねとあるコンビニエンスストアの CM セブンイレブンなんだけどそこに俺がさ小坂大魔神が出てんだ。小坂大魔王が出てる店員役で小坂大魔王がなんで小坂が出てやがんだってねこの野郎ってまた変えて回すとこ油断ならねえなと思ってよしょうがねえっつんでさD ライフアリーマイラブに落ち着くんだよ。どうなんでしょうね。小坂さんをご存知の方多いですかね。小坂大魔王知ってんだもともと底抜けやらいだからさだって上田さんが押してんだもん。こんな面白いやつはいないって押してんだからクリームシチューの上田さんがね。俺はその当時知ってた頃の小坂さんっていうのはさ言ってたんだから昔お笑いサバイバルって番組で一緒に行った頃さ沖縄前に喋ったことあるじゃん。何回も喋ったことあるじゃん。沖縄一周2泊3日でやってルー大柴さんが
と俺が司会細川文明が司会でやっててさ、その時さ小坂大魔王あれだよ分析してたよ。小坂大魔王の分析、いやその頃まださ加藤さんが今『スッキリ』の司会やってる加藤さんね、極楽とんぼのね加藤さん、加藤君はあれは売れないねとか言うんだよ。何なんだよ根拠は何なのって聞いたの、根拠は何なのって聞いて、いや見た感じちょっとホスト風でしょ、ああいうのね女性受けしないのよそれ違うと思うけどなと俺言ったらね、それは小坂君はあなたの見解でしょって、いや俺の見解が大体10人中いるとしたら8人ぐらいが同じぐらいの見解だからって、いやその8人ぐらいが全然違う見解だからって、あなたそれ独自の一人だけの見解だからって喋ってたの俺はね。ねで僕ね学生の時プロレスアマチュアのレスリング愛好家の会にも入ってて、あれがあるんだけどっつって、大胸筋とかもあるんだけどっつってね、俺にこうやって見せてきたから思いっきりパーンって胸にパーンって入れちゃった。そしたらうずくまってさ「おい栃木から出てきた男なめんじゃねえぞ」と思ってさ思いっきりバーンどうだい痛くねえだろアマチュアレスリングやってたからパシッはっやっててさ本当にこの男同期には厳しいね。先輩と後輩にはすげえ優しいのに同期には厳しいね。その時さ3人組の底抜けエアラインで、もう一人ちっちゃい2人にもう一人バク転できる子がいて、もう一人いるんだ可愛らしい子が、その人が森本レオさんに食われちゃったらしいけど男の子なんだけど、まあ俺も池上彰さんっぽくいこうかなと思って芸能界に対してはほらキム兄さんが言ってるよ、芸能界に関しては立ち上がるよ、芸能界に関してはだからその子がなんか森本さんと仲良くなっちゃってさ、必死に流してる俺の身にもなってみろ。噂なんかいいじゃん、噂なんだから。あくまでフィクションでしょ、それは言っとかないと。フィクションあくまでフィクションでございます。フィクションでだってその後さ俺森本さんともさラブですって映画で一緒になったんだよ。ためがいくんいい体してるね言われたにさ俺その役どころがインリン・オブ・ジョイト・インにさ三角木馬で縛られてさ SM の女でな、インリンにさ引っ張たかれる役なんだよ。あれガン見してやったよケツとかさ M 字開脚で話題だった頃だからさ、俺がスタンパってる時とかよーくもう目ん玉が飛び出てきてガン見してやったよ。これがインリンかってんでさ、それでそこをさ森本さんがさタミガイ君いい体してるねって言うんだよ。その時に底抜けの当時ね彼の話がイメージが頭の中にちらつくんだよ。あれ本当かよって。でもあれでしょこれ一応似てねえけどな。でもあれでしょこれさ冬場だったからね寒いといろいろ立っちゃうよね。乳首ピンクからしてたからペンっていろんなとこ立っちゃって鳥肌立っちゃってるね。あくまでフィクションでございますからね。コート貸してあげようか。あくまでフィクションでございますからね。ねそこでさそのねお誘いに乗ってさ行くべきだったのかな俺は。いや森本さんとお話ができて嬉しいですってさ言ってさ、いや庶務人の時どうでしたってその当時俺らの時庶務人って江角真紀子がさ出てるのありましたね。江角さんのさ上役の上司の役だったからね。そうですね、はい。森本レオさんにその庶務人の頃の話を聞いたりしてさ、いやあの頃ね江角君はねものすごくね不安がっててね役をやる時にあたって、でもあなたが思うようにやればいいのよって、いやそういうアドバイスしたんですかって、でも森本さんって男性陣とかにはアドバイスしたりするんですが僕はね男は好きでねとかいろいろ言うわけさ。認めてきてるよ怖えな。フィクションでございますからね。フィクションでございますからね。フィクションでございますからね。まあ池上彰さんだと思えばいいわけですよね。すごいよね。そういうこともありましたそんなこともね。そんなこともあの頃の思い出は本当にそのインリン・オブ・ジョイというのをねテレビとかで見てたらさダイナマイティーなさボディだったじゃない、で直に見るとえらい背の小さい小柄な方でしたね。まあそうですよね、アップでね、それはカメラというのはね、やっぱりアップというのがあるのでやっぱり被写体がどれだけ大きいか小さいかっていうのはちょっと分かりませんからね。分かんねえな。それでもまあスレンダーで綺麗なボディでしょうけれども。綺麗だったね。いいでしょ。綺麗だった。今何やってるかな。それなりに役得してるんだから。それであれだな、今でこそあれだけど兄ちゃんまとめ見たらさ、インリン・ジョイトイがさ可愛い剣についててスレッドが立ってたんだよ。今現在のインリンさんと昔のインリンさん M 字開脚ばっかりのさ
画像がね出てきて、ではい俺が確実に見るのがさ、なんていうの、上戸彩ちゃんのおっぱいセット上戸彩ちゃんのおっぱいの剣なんだけどってお前ら剣につけて書くなよ秘宝とかって書くんだよ、ね、その句段何々ってことですね。朗報お前今すぐNHK つけてみろ、上戸彩ちゃんとか書いてあるんだ。慌てっぷりがチャンネルの慌てっぷりが分かるなでフラッシュでわざわざ動かすように貼り付けてる人もいるのな。こうやって走ってるシーンがさ、すごいゆっさ半端じゃねえボリュームのさ小玉スイカがさ両方についてるわけさでコメント半端じゃねえボリュームの小玉スイカなの半端じゃねえボリュームの糖度が高い小玉スイカが2つボインボインついてて大変な状況になってるわけさ。決して大玉と言わないところがまたそれが素直しいよ。でボディラインの体幹の部分はすごい細身じゃない、だけれどもあそこはもうボーンじゃん。だから彼らチャネラーが撮ってるさ画像がさ、ありとあらゆる角度からのさ画像をめっけてきちゃ貼り付けてるじゃんで走ってるシーンとかチャリンコを越えてるシーンとかすごいんだよ。彼らにとっちゃさ、まあ俺もそうだけど、話のさドラマの内容なんかちっとも関係ねえんだよ見るところはやっぱり男はそこなんだよね、これだからな。で俺が言ってるんじゃねえか。芝居屋は困るんだよね、芝居屋だからガキちゃんはな芝居を見てくれって言いたくなる時あるよな。ありますよ。でもってさ全くお前らと来たらっつってさ、で俺が言ってるわけじゃねえぞ、エグザイルのファンの皆さん、俺が言ってるわけじゃないぞ。チキショークソサイルメとかさ結婚してるわけじゃんか、43歳のおっさんとさ43歳の人と結婚してるんだよ。彼がこれをって、勝手にさコメントで落ち込んじゃったりしてさ、もうこの世の終わりじゃねえけどさでもフランキーさんあたりは狙い目じゃないですか。何がフランキーさんあたりは年齢的に狙い目じゃないですか。俺はなどこに俺諦めねえぞ。俺が行くとしたらサスケふざけんなよお前。サスケって名前書いてザスケでいいからフジテレビやれよほらテレ東でもいいからやれよザスケな。得意じゃねえかよパクるのさ、富士なんてよなんとかをとかパクリって言葉妥当じゃねえかもしんねえけど妥当だんべな。まあインスパイアというかね、昔筋肉番付がやったような似たようなの全部やってんじゃん。今だって TBS なんかやってんじゃんか、昔のフレンドパークみたいなのさ VSR なんとかとかでさ、まあねなんとかかんとかでやってんじゃんな。全部焼き直しじゃん。まあ頭脳パワーの焼き直しとかいろいろありますけれどもね。すげえさスレッドで昨日笑っちゃったのがさ、松崎しげるがどこまで黒くなれば人は気づくのだろうかって何松崎さんの黒い褐色のいいお肌をどんどん JPEG の加工かなんかで黒くしていくのじゃテレビの企画でやってたらしいね。それがチャンネラーに認められたわけさ。なるほど。松崎さんどんどん動乱とかのって濃くしていくわけね。特殊メイクでどこら辺から松崎しげるをだけども明らかにこの肌超えてねっていう松崎しげるさ半端じゃなくあんだけ歌がうめえのにさ、愛の参加ってでいいんだんべ。愛の参加半端じゃなくうまいのにさ、本人もノリノリでやってるんだよ映像見ると基準値の松崎しげるさん自体が相当黒いんだよ。でプラス 20% 松崎ってのがいるんだよそうするともうオスマン・サンコンさん並みなんですよね。それなんだけど、とある女性タレントは気づかないんだよね。でプラス 50% 松崎ね、プラス 1.5 倍黒いのね。これはもう真っ黒だよでそのアイドルが発した言葉、その50% さらに黒くなった松崎しげるさんに対して某アイドルが発した言葉、焦げてる焦げてるバカ野郎あんなテレビばっかりやったら俺も見るのって俺も見るよそれ俺見たいもんそれよそりゃでもいい企画やったな。大変したな。そういうさ企画をできるのがだって放送作家が100人いたら、1人いないかもしれない。300人いたら1人か2人だから。でもいい企画だねそれは。それは最高だよね。誰もがさ気づきそうで気づかないわ。そのうまいな最高のあれだよねコメントだよね。そうね。焦げてるで松崎さんが大爆笑してんだから大爆笑してるんだからだってプラス 20%
20% の黒さの松崎さんってだいぶ暗いんだねよと思いますよ。ちょっとゴリラなんだよな。もうゴリラ類エンジン入っちゃってるんで、もう類似変化してるわけね。類似変化してるんだよ。で 50% 松崎さんはもう松崎さんじゃないんだよ、もうもうすでに黒いのね。20% 松崎さんプラス 20% 松崎さんの時に対面した某アイドルさんは気づかなかったんだよ。おい、これでも気づけよ、クレーだろこれっちゅう。まあね、まだ人間の範疇からだったんでしょうね。ちょっと肝臓を患った人よりもくれんだぜ。シャレになんねえ黒さだってこれよ、お前。まあただ病的な黒さとね健康的な黒さまた違いはあるでしょうけれども、だってもう健康的だからね。ね、でもすごいな、ノリノリなの。150% 松崎は見てみたいな。そのスレッド皆さん見てください。俺スレッド見てるだけでそれなんかすき家の中盛りみたいなもんだな。 1.5 倍松崎 1.5 倍。笑っちゃいけない場所で大爆笑して笑っちゃったもん。その休憩時間中に勤務中に勤務中というよりも休憩時間だからね。勤務の休憩時間だからね。その時に見たでもあれだけ笑わせるインパクトって半端じゃねえからね。でもいい企画だな。松崎さん黒いっていうのは誰でもいいけれども、その濃さを増してったらどこで気がつくんだろう。本当だな。それでコメントもコメントでいいな。焦げてる素晴らしい一行セリフだぜ。あれはすごいよね。あれにああいうさリアクションには勝てねえよ。それを見て焦げてるって本人が大爆笑なんだからさ。そりゃいい企画だわ。テレビの捨てたもんじゃないね。確かに映像を見ると焦げてるんだよ。今日目玉焼きを焼いたけど俺はねフライパンで、その時の焦げができるじゃん、そのおこげの焦げの黒さなんだよ。黒なんだよ、本当に黒。もう人間の黒さじゃなくてもはや影の領域なので。でそういうことでね。でここら辺で言ってきますか。あとね、今日自分で料理するようになってさ、今ってのはさ本当に料理ってのも簡単になったね。ものすごくさ昔は大変かなと思ったけどさ、ペケワングランプリの王者になってさ、バツイチ男ね、あえて言うけどさ分かんない人のためにね、ペケワングランプリの王者になってさ、初めて気づいたけど、今本だしだとかさ、だしの素とかさ、ナスの炒め物作るにしても、もやしの炒め物作るにしても、もやしなんか栄養価ものすごく高いです。だいたい30円とかあれば買えるでしょ、もやし。そうですね。豆とかね、ひげがついてる方がね、栄養価高いですからね。豆がついてる方がいいんだけど、豆ついてない方買うんだけど、もやし買うでしょまず、でそこにネギ刻むでしょ、でしょ。で、俺尿酸値を下げるにはキノコ類がいいって言うからさ。そうですね、禁止物いいそうですね。キノコ関係と海藻類もいっぱい食べた方がいい、で野菜をいっぱい食べた方がいいって言うから、確かに野菜を山ほど食べてからご飯を食べると量が少なくて済む。そうですね、炭水化物がね。でね、海藻類にはカリウムも多いですから、そうするとで今日なんか入れたのがね、あれですよ、入れるでしょ、炒めるでしょ、もやしを炒める、ね、結局もうネギと一緒に、使う食材用か、ネギもやしと、あと何入れたんだ、しいたけ、この3つだけ、この3つだけを入れるのに、入れた後に味の素を振りかける、でだしの素をちょっと振りかける、でお醤油をちょこっと振りかける、でニンニク、刻みニンニクがさ、桃屋から出てるからそれをちょこっと入れる、これだけでやってみなさい。ものすげえうめえんだよ、これだけで。そうですね。こういうのも全然できない女の人、ちょっと考えもんだと思うよ。まあただだしの素とかね、ああいう調味料を使ってみてどのくらいの加減がいいんだっていうのはちょっとセンスがいることかもしれませんが、そういうところがセンスなのかな。あれ、ちゃんと計量スプーンなんかで測んないでさ、目加減でやるじゃん。適当にやってさ、こんな感じかなって覚えていくじゃん。これがね、だって正味さ、そんなさ5、60円しかかかんないわけじゃん。それで食えちゃうわけじゃん、2人してうちの母と一緒にさ。そうですよ。これはうめえなっていうね、こう安くてもそういうものができるって本当にいい時代。料理ってそんな難しくねえんだな。そうです。自分で食す分にはプロに
なっちゃうとあれだけどさ、こだわって作ろうと思うと、やっぱりね見栄えとかいろいろ考え始めますから、そうするとね、また全然違いますよね。追求していくとな、追求していく分にとっては見栄えなんだろうな、ガクちゃんな、あれな。そうですね、まず絶対に見栄え必要ですね。味だけだったらいい線まで行くじゃんか、普通でも。俺でも行くんだからさ。何よりもかによりもあったかい料理っていうのはうまいですから。行くよな。いや、ある程度の線まで行くじゃん。あれこれなんかあれちょっとね、あんまり美味しくない料理屋さんよりいいじゃんみたいなさ。そう自分で作ったっていう補正も入ってるでしょうけれども、でもあったかくて出来たてをそれをそのまま食べるっていうのはやっぱり美味しいですからね。うちのおっかちゃんだったら認知症入ってるからさ、はっきりなこれまずいなとか頭ぐらいは作ってる方からするとさ、これはどうだってね、うまくねと言うや、味は濃いよと言うや、で、そうだなってこの野郎って言ったりするんだけど、でもそれなりにできるようになるわけさ、毎日作ってりゃさ。なるほどな。だからこの調味料ってのは魔法だね。ね、今日本の調味料はいろいろいいものがありますよね。だしの素とかさ、味ね、そういうだしの素、味の素、あとはいわゆるなんだ昆布だしとかああいうつゆ系のね、だしをさ、ポン酢でもなんでもさいいけどさ、なかった時、カツオから取ってた時の時代の人は大変だなこれな。そうなんですよ。元から出汁を取ってた人やね、これ大変だなこれな。要は顆粒になってなくてどうしても元から取んなくちゃなんねえって言ったら、あれは大変なんですよ。ただその代わり味噌汁なんか実は簡単な作り方があって、要は味噌汁は味噌であるじゃないですか。鰹節をまんま入れちゃうんですよ。でなんだ増えるわかめちゃんみたいなのあるでしょ、あれもバサッと入れちゃう、でお湯注ぐだけで分かるけどさ、鰹節入れなくてもさ、だしの素だけでうめえじゃん。これ言ったら元も子もないけど、今だったらうまいよ。元も子もないけどさ、本当にだしの素ちょこっと入れるだけでもろうまいじゃん。俺だって子供の頃鰹節かなり削ってた方だから。あ、そうなの。自分がそっからやってた経験があるわけね。うちの家庭古かったんですよ本当に。大ちゃんじゃない、大ちゃんは俺のマブダチで会わなくなって数年経つけど、ガクちゃんはそういうあれだったよね。ガクちゃんの代で37代目だからね、安だけどね。じゃあ行きましょうか。もう喋ってるだけであとが8分ぐらいになっちゃったよね、ガクちゃん。かりんとちゃん曰くマミーマートで19円。俺かりんとちゃん、俺最近ねマミーマート行って、なんで知ってんだよもう。かりんとちゃん、マミーマートだと賞味期限がだいたい明日までですよなのよ。ベルクだと2日先ぐらいまでのあれなのよ、もやしが。そこがこの群馬での違いですね。なるほど。今そこ両方行っています。どちらを選ぶかな。マミーマート行ってベルク行って、詳しいねもうあなたもかりんとちゃん。というわけでね、あとこっちもあと1分ちょっとで切れちゃうんだけど、本編の方はあと7分ありますからね。まあ、いいとこで切れちゃうな。で、行きましょうか。ある日、フランキー、ためがい。ある日の一日、じゃじゃじゃんっていうことですね。あっちにしかし、エアコン入れましょうか、エアコン。エアコンもうマイナス、じゃあね、冷房の22度で入ってますから。ガクちゃん、ちょっと繋いでもらって一口飲みたいんだよ。なるほど、なるほど。しかしね、カニとのさ、マミーマートで19円、私ちょっと驚きなんですよ。うちの赤城の近くだとね、どうしても30円近くなっちゃってるんですよ。そうなんですよ。特売の時にはね、20円以下というのがあるんですけどね。マミーマートはお2袋まで。なるほどなるほど、そういう縛りがあるんですね。もやし2袋まで1袋19円ですよ。だよね、かりんとちゃん。俺間違えてないよね。でこれあと1分で切れちゃうんだけど、続けていっちゃおうかね。じゃあこれ一回切っとこうか。今のうち切っとくよ。一回ストップかけちゃめんどくせえからよ。これで放送する。また再生ですね。また再生。GO ライブ行きました。今ツイッターキャスティングの方をね、ご再生しておりますのでね。接続も今行きました。これチェック外してますね。めんどくさいからね。またためがいのやろツイッターでって。この間また俺の方にさ、ウイルスアカウント乗っ取られてさ、俺の知り合いの方に DM ダイレクトメールがさ、ボンボンこれでふざけんなと思ってよ。なんで俺のばっかり乗っ取るんだよ。さっきコメントでもありましたけどね。あった？被害を被った方、ごめんなさい。スパムが出てしまったそうなんで。俺がそのスパムメールがさ、全部英文で書かれてるんだよ。英文で書かれてるんで、ある人からはさ、ちょっと内容がひどすぎとか余計な嘘だこの野郎と思ってさ、俺が動画をさ、何をそこが勝手じゃねえか俺がね。勝手に乗っ取るやつが悪いんだからよ。でしかも俺はログアウトしてるんだぞ。あれなんでなんだあれ。で俺がさ、それ英文書くか。俺が英文書かないだろ。ノバでぼったくるが80万ぼったくられた男だぜ俺は。
英文でわざわざ書いてそんなやらしいことすると思う？ここに行ってくださいって。そんなためがいからダイレクトメールがさ来た時点でこれためがいじゃないなと分かってくれると思うけどね。皆さんちょっとお気をつけくださいね。ごめんなさいね。の方でもまたパスワードとね、書いてセキュリティやってるみたいですが、フランキーからさ英語で来たら要注意ですけども踏まないでください本当にね。もうやんだって大体俺って人間は大人の動画を見る人間ですからね。申し訳ないですけど今度はパッドがあるからね、そちらを修理していただいて、こっちがね、今日も帰ってからありとあらゆる休みだからさ見なきゃいけないんだ。今日こそ大活躍する時だからこれがね。さあそして今日フランキーある日の一日ってことでね、あと 2,3 分で終わっちゃいますから行きましょうか。この間夜勤明けでさ、家に着いたでしょ。で朝10時から歯医者に行ったわけさ。途中で中断しちゃった歯医者に行ったわけさ。で治療が終わった後、その行った場所がさ今太田市民ですけど私はね、行った場所が足利市にある歯医者さんに行ったわけですよ。なるほど。でそれ終わりで「ああ二郎さん今から行ける?」って館林のリリ美容室リリ「ああ二郎さん行ける？あオッケーですよじゃあ行きますね」って言うんでその後美容室行ったわけさ。ヘアカットしていや両サイドで白髪出てきちゃってさ、しかしさ気になる人がいて意中の人がいるんだけどさいう話をしててさねどうすべこうすべっていうさね話をしてて、で美容院はね話が盛り上がりますから、で今はさ言ってるところからさフィクションで話しますけどね、お帰りになるあるナースの方がいるんですけどさ、その方からさこれ余ったのよねっつってさ、見た感じあれなんですけどいろいろお菓子とかさゼリーとかさみかんとかさくれるのはさ好意を持ってもらってくれるのかしら。その好意はあるでしょう。ありがたいですね。少なからず憎たらしいと思ってたんですよね。でその方は自分の中では1週間に1回だけロッカー整理日があるそうなんですよね。なるほど。で自分の中にきれいにすると。で置いてあるさお菓子類とかさ、でそれを俺結構置いてってくれる。俺が食うのがさ自分で手作り弁当を持ってくでしょ。でカロリーメイトも食ってるわけさ。でその他にそのもらったやつまでさゼリー食ったのがさゼリーでしょ。うまか棒だけ。うまい棒1本でしょ。であとチキンのさポリポリチキンラーメンのお菓子、あれこれちっちゃいパックのベビースターのあれポリポリ食ったでしょ。あれもう休憩時間食えねえなもう食えねえ食べないもう食えねえなこれ太っちゃうな畜生これ小学生かお菓子の方お腹いっぱいって食えねえなでも食っちゃってさ、これでやっとさ連続でさ27回行ったんがいけなくなるよと思って、これ食うの分かるんだよ。これ食ったら27回いかないなと、20回がいいところだなと、でも食っちゃったな。口ばともがしょうがねえ。でその後に美容室のリリーに行った後につながりどんどんと飛ぶけどね、ヘアカットがあってちょっとこれ今履いてる靴がちょっと壊れてきたからってこれ黒く塗ってあるんだけどね、ナイキが分かんないようにここはねオフレコトークでね。で同じような靴がないか佐野プレミアムアウトレットをナイキに買いに行ってね、ありました。同じようなのがありました。で同じくここのラインが黄色だったんでマッキー大活躍です。何箇所か黄色い部分あったんで塗りました。オフレコトークですけどね、基本的にね革靴に見えるような靴でないといけないというのがありますからね。2999円でした。ベストですね。で俺3000円の靴って履けねえな、どうしても潰しちゃうので。高いってこと？私にとっちゃ3000円で？マジで俺がさそこの女性の店員さんに並べられたのがこれいくらですかって8000円と2999円迷わず2999円でそっち俺8000円はダメだな。俺ももちろんダメだよね。でそれで1年半は余裕で持つからね。もう山ほどある決まってね。もう終わりなの？あるもお時間があと1分となってしまいましたが、でその後に16時半からガクさんにいただいたねお米を精米して、なるほどその後もあったんだけどもうしょうがねえな、そういうわけでまだあったんだちくしょう。いや皆さん今日はありがとうございました。なんと来週も生放送でお送りしますからね。そうですね。2月の7日。これあと40秒くらいで終わりなの？そうですね。じゃあね今日ねお送りしたのはねフランキーためがいと安田学文でございました。ギーツさんとディレクターは吉山崎さんでした。山崎さんありがとうございます。もってギャラリーのは熱気くんが来てくれました。熱気くんありがとうね。野良さんありがとうございます。というわけでねまた来週も生放送でお送りしますからね。よろしく聞いてくれよみんな。つくづく設楽さんは気をつけて。
内村にも気をつけて。まあ風邪ひきすぎ。厳しいこと。じゃあ皆さん、それでは皆さん、大田市の皆さん、風邪ひかないようにしましょう。インフルエンザ大流行だからね。ね、お気をつけください。気をつけてください。自衛しましょう。バイバイ。さようなさようなら。ら。